今日はキャベツ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャベツ焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はキャベツがたっぷり入ったキャベツ焼きを作っていきます。このキャベツ焼きはですね、キャベツがたっぷり入ったお好み焼きのような食べ物になります。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにキャベツ焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、卵、薄力粉、お水、だしの素、紅生姜、天かす、こちらの材料を使って作っていきます。まずキャベツ焼きの生地なんですけれども、今回はここに紅生姜を刻んで入れたいと思います。そしてだしの素ですね。こちらはかつおだしを使っていきます。お好みで昆布だしなどでも OK です。もしご自身でだしを取っている場合は、お水をだしにしていただいて、こちらのだしの素は抜いて作ってください。少しね、塩味が足りないと思いますので、塩を1つまみから2つまみほど入れていただくといいかなと思います。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。お好みソース、マヨネーズ、青のり、鰹節、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。こちらの4つの材料でトッピングしていきます。このトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずはじめに生地から作っていきたいと思います。ボウルに薄力粉、そしてお水、あとは顆粒のだしの素を加えます。そしてこちらをよく混ぜてください。薄力粉のダマができないようにしっかりめに混ぜましょう。はい、このように薄力粉のダマがなくなれば OK です。そしたらですね、ちょっと周りについてる生地を取ります。そしてここにふんわりラップをして、このまま生地を30分冷蔵庫で休ませます。そうすることで水分と粉類がしっかり馴染んで、もちっとした食感に仕上がるのと、あとは生地が破れにくくなります。ではこのまま30分冷蔵庫で休ませます。それでは続いてキャベツを切っていきます。まずですね、このキャベツの芯を切り落としてください。そしたらまずキャベツを 2,3 枚剥がします。そしてこのようにくるっと丸めて、あとはですね、キャベツのこの繊維を断ち切るように細切りしていきます。見ていただくとこんな感じで入ってるので、この繊維をね、断ち切るように切っていきます。繊維を断ち切るように千切りしていただくと、口当たりが柔らかい食感になって、食べる時にもね、甘みを感じやすくなります。それでは細切りにしていきます。この芯の部分はですね、ちょっと硬いので、こちらはちょっとね、切り落とします。そして重ねてまた切っていきます。こちらのね、芯の部分はまず半分に切って、さらに半分に切って、そして細切りしていきます。芯の部分はね、この葉の部分と一緒に切っちゃうとちょっと太めに仕上がっちゃうので、別で切っていただくといいかなと思います。こんな感じです。このように切ってください。このように切ったら残りのキャベツもですね、同じようにだいたい 2,3 枚ぐらい剥がして、そして繊維を断ち切るように切っていきます。はい、このように切りました。そしたらざるに移して、はい、そしてこちらをさっと水洗いします。そして水洗いしたらきちんとね、キッチンペーパーでしっかりとね、水分を拭き取ります。はい、OK です。あとはですね、使うまでこのようにざるにあけて水分を切ってください。それでは続いて紅生姜です。こちらは適当に刻んでください。もしね、紅生姜が苦手な場合はこちらは抜いていただいても大丈夫です。紅生姜はこのように刻んでください。はい、30分経ちました。そうしましたらラップを外してください。ラップを外したらですね、この中に刻んだ紅生姜を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、生地はこれで完成です。シャバシャバとトロトロの中間ぐらいの硬さになります。それでは今から焼いていきます。まずはじめにフライパンに油を敷きます。まだね、火にかけてない状態です。そして油を敷いたら火にかけてください。そしてこのまま中火で30秒ほど温めましょう。
はい、そして30秒ほど経ったらこの中に生地を入れます。だいたいお玉1杯分ぐらいです。生地の半量入れてください。はい、で入れたらね、全体に広げましょう。このように広げたら火を止めて、そしてフライパンを置いてください。そうしましたらここにですね、キャベツをたっぷりと乗せていきます。このように乗せたらこの真ん中の部分をくぼませてください。この時やけどしないようにだけ注意しましょう。そうしましたらこのね、くぼませた部分に卵を割り入れます。そして天かすを散らしましょう。こちらお好みの量だけ散らしてください。そして天かすを散らしたら蓋をしてください。そして火にかけます。火加減弱火です。このままキャベツがしんなりして卵にも少し火が通るまで蒸し焼きしていきます。はい、今5分経ちました。そしたら蓋を開けます。今このようにですね、キャベツがしんなりして卵が半熟トロトロになってる状態です。そしたらですね、こちらの卵をですね、まずヘラで潰します。大胆にね、こんな感じでやっちゃって OK です。軽く広げましょう。そしたらこちらを半分に折ります。よいしょ。軽く押さえましょう。このように半分に折りたためれば OK です。卵も半熟の状態に仕上がってます。それではお皿に移してトッピングしていきます。お皿に移します。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってますね。それでは最後トッピングしていきます。まずソースをたっぷり塗ります。はい、こんな感じで塗ってください。それでは続いてマヨネーズですね。でマヨネーズを細く出したいので表面にピタッとラップを貼り付けます。このようにピンと貼ってください。そして輪ゴムを留めます。輪ゴムで留めたら3箇所ほど穴を開けます。そして絞りたいと思います。そうすることで細くね、マヨネーズを絞ることができます。ではいきます。はい、こんな感じです。あとはですね、ここに青のり、そして鰹節です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。今回の生地だと2つ分なので、もう1つですね、同じように作ってみてください。はい、これでキャベツ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキャベツもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そして中の卵はこのように半熟に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。キャベツがシャキシャキですごく美味しいです。美味しい。そしてこの卵の半熟具合も最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツ焼きのポイントです。まずキャベツなんですけれども、キャベツを切るときは繊維を断ち切るように切ってください。そうすることで口当たりも柔らかくなって、さらにキャベツの甘みも感じやすくなります。そして切り終わったら水で洗っていただいて、その後はしっかりと水分を拭き取っておいてください。そして生地を作る時のポイントです。生地はですね、薄力粉がダマにならないようにしっかり混ぜて、その後は冷蔵庫で30分休ませてください。そうすることで水分と粉類がしっかりと馴染んで、生地も破れにくくなって、さらにもちっとした仕上がりになります。そして生地ができたら、その後はですね、生地の中に今回刻んだ紅生姜を入れました。こちらはお好みで入れてみてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずフライパンを30秒ほど温めてから生地を入れてください。そして生地を全体に広げたら一旦火を止めて、そしてキャベツを乗せて真ん中にくぼみをつけて卵を割り入れてください。そしてあとはお好みで天かすを散らして、その後蓋をして弱火で5分ほどですね、キャベツがしんなりして卵に軽く火が通るまで蒸し焼きしてください。この蒸し焼き時間なんですけれども、お使いのフライパンの材質だったりとか、あとはフライパンの大きさでも変わってくると思うので、こちらは調整していただけたらと思います。ちなみに今回私は直径22センチのフライパンを使ってます。そして蒸し焼きが終わったら卵を軽く潰して、そしてパタッと2つ折りにしてください。この時ね、卵を潰しておかないと2つに折った時に卵が飛び出てしまうことがあります。なので潰してから折るようにしてください。あとはお好みでトッピングして召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こ
ちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。